どうもかーくんです。今回の動画は我が家のゲンゴロウたちの越冬がテーマです。夏に捕まえてきたこちらのナミゲンゴロウたち、相変わらずね元気に水槽を泳ぎ回っているんですけど、外がだいぶ寒くなってきたので本格的な真冬が来る前にそろそろ冬支度を始めたいと思います。まずは越冬用に水槽を準備します。蓋付きのコンテナボックスに冬でも傷みにくい水草を詰めました。たったこれだけです。夏場はホテイアオイを使っていましたが、寒さに弱くて冬は不向きということで、今回は丈夫なオオカナダモを採用します。ところで皆さんは冬眠と越冬の違いはご存知ですか？よくね冬眠と言われるんですが、ナミゲンゴロウは正確には冬眠ではなくて越冬をします。冬眠というとね、穴にこもって全く動かず餌も食べずに春まで眠り続ける、そんなイメージがありますよね。でもナミゲンゴロウは水中で冬を越します。水温が下がると代謝は落ちますが、完全に眠るわけではなくて、ゆっくり泳いだり時々餌を食べたり、こんな風に省エネモードで生活しながら冬をやり過ごすんです。つまりあったかい環境なら一年中元気に泳ぎ回ります。じゃあなぜわざわざ越冬させるのかということなんですが、実はこれ来年の産卵のために欠かせない工程なんです。ナミゲンゴロウを含む一部の水生昆虫は冬を経験しないと産卵のスイッチが入りません。季節の寒さをきっかけに体が繁殖モードに切り替わるんですね。昆虫ではこれを休眠覚醒と呼びます。多くの昆虫が持つ自然なサイクルです。なので来年の繁殖を成功させるためにも冬をしっかり経験させる、これがとても大切なんです。今回は産卵が目的の越冬なので、ナミゲンゴロウとクロゲンゴロウを越冬させます。その他の小型ゲンゴロウたちは引き続き室内水槽で鑑賞して楽しみます。いきなりはね寒すぎちゃうと思うんで、窓辺に置いて、少しずつ水温を下げていきます。で、明日になったらちょっと外に出して外気の温度に合わせていきたいと思います。水温がある程度下がったら外に出します。外に出した後は完全に放置ではなく、定期的に餌をあげたり必要に応じて水替えもしつつ 2,3 ヶ月ほど越冬させます。と偉そうにね語ってきましたが、実は僕ナミゲンは初採集初越冬なので、言ってしまえばね今回は実験的なチャレンジになります。なので今回は僕自身もしっかり観察しながら彼らにとってちょうどいい寒さと期間を探っていきます。こういうね手探りの飼育もまた生き物の面白さですよね。というわけで無事に冬を越すことができたら、来年はナミゲンゴロウの繁殖編を皆さんにお見せしたいと思います。続きが気になる方はぜひチャンネル登録通知をオンにしてお待ちください。それでは皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。